ャンネル。ご視聴いただきありがとうございます。後藤です。今回は機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズよりマスターグレードガンダムビダールを全塗装ちょっとしたディテールアップを行い制作していきます。マスターグレードバルバトス発売から早5年、他のガンダムフレームを差し置いての発売となりましたが、私個人としてはオルフェンズシリーズのモビルスーツすべてにおいてガンダムビダールが一番好きだったので、とてもありがたいです。マスターグレードバルバトスと同じガンダムフレームが採用されておりますが、剣部のアップデートにより新しい可動域を実現とのことです。ランナー数は大小合わせて計17枚、余剰パーツも50個以上発生するので、パーツ数量はそんなに多い印象はありません。仮組みを行います。まずはニッパーを使って全てのパーツをランナーから切り離します。次にゲート跡を2度切りします。フレームパーツを組んでいきます。マスターグレードのガンダムフレームはハイグレードやフルメカニクスで省略されたシリンダー機構が全て再現されており、シリンダー部もメタリックカラーのパーツが使用されているので豪華な作りになっています。組み上がった部位を接続していきます。フレームの仮組みが完了しました。胸部の組み立てに少し手間取りましたが、他の部位はかなり簡単にサクサク組み立てることができました。足の裏はハンターエッジで立たせることになるので不安でしたが、組み上げて立たせてみると普通に安定して自立できました。外装パーツの取り付けを行います。フレームパーツを分解せずにそのまま簡単に取り付けられます。フレームがむき出しになっている部位もあるので、外装パーツの部品点数も抑えめという印象です。外装パーツの取り付けが完了しました。ガンダムビダールをデザインされた行部一平氏による監修もあり、劇中よりもさらにまがまがしくかつヒロイックにアレンジされており、本当にかっこいいです。パイピングの準備に入ります。寿屋さんのモビルパイプを流し込み、接着剤を使って接着します。配給パーツさんの精密スプリング 1.6 ミリを接着したモビルパイプに通すのですが、最終組み立ての時に行いたいと思います。すべてのパーツのヤスリ掛けを行います。400番、600番、800番のヤスリを使ってゲート跡を処理します。パーティングラインが発生している箇所もしっかりヤスリ掛けを行います。広い面のパーツには成形時に引けと呼ばれるへこみが発生します。引けを放置したまま塗装をするとへこみの影が目立ってしまいます。根気強く周囲と一緒にヤスリ掛けを行い、引けが目立たなくなるまでヤスリ掛けを行います。バーストサーベルの頭身部分ですが、
ディテールの上にゲート跡が発生しています。ディテールを削らないよう慎重にヤスリがけを行います。パーティングラインも発生しているので、それもヤスリかけします。強く削ると変形してしまうので、加減をしながら少しずつ行います。この作業をあと7本分行います。腹部側面に3つの丸モールドがありますが、抜けが甘いので 0.6 ミリのドリルで貫通しないように気をつけて掘り込みます。すべてのパーツのヤスリがけが完了したので洗浄します。塗装に入ります。まずすべてのパーツに黒のサーフェーサーを吹き付けます。黒の成型色のパーツは黒を混ぜたガンメタル。フレームパーツはバーチャロンカラーのフレームメタリック1とフレームメタリック2。円状のパーツやシリンダーの受けはスーパーゴールド2。青い外装パーツはガルグレーに少量のミディアムブルーを調色。バーストサーベルの頭身はフレームメタリック2で塗装。その他細かなカラーレシピは後ほど公開します。外装パーツは一部マスキングで色分けしました。差し色はミディアムブルーを多めでガルグレーと調色しました。フレームパーツの一部をフォーアーティストマーカーのゴールドを使って部分塗装を行いました。すべてのパーツの塗装が完了しました。塗料が完全に乾燥したら墨入れを行います。乾燥したらエナメル溶剤を含ませた綿棒ではみ出たエナメル塗料を拭き取ります。ウォーターデカールを貼り付けていきます。ギャラルホルンのマークはガンダムデカールの鉄血のオルフェンズ汎用にからコーションマークは筋彫り動産のロボデカール注意書きマーク02ホワイトとグレーを使用しています。最後に塗膜やデカールの保護のためにトップコートを吹き付けます。最終組み立てに入ります。まずはフレームから。フレームが完成しました。
最後に外装パーツを取り付けていきます。仮組みの時に接着した MS パイプに 1.6mm のスプリングパイプを通します。無理やりねじ込んでやっと入るきつさなので、接着せずとも十分に保持されます。フレーム背部に接着した MS パイプにもスプリングを通し、腰部に接着した MS パイプに差し込みます。マスターグレードガンダムビダール完成しました。装甲面や武装のカラーレシピです。ビダールの前身にあたる XK のカラーリングを参考に塗装してみました。以上、マスターグレードガンダムビダールでした。武装面に関してはかなりゴテゴテした印象を受けますが、パーツ数が少なくサクサク組み上がるので、マスターグレード初心者にも勧められる大変組みやすいキットだと思います。オルフェンズシリーズのマスターグレードとしては次回バルバトスルブスが発表されたので、前回のバルバトスからどのような進化を果たしたのかとても楽しみです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。